こんにちは、おもよです。こんにちは。はい、今日はね、前回の動画の続きとして見てほしいんですけれども、皆さん前回の動画よく理解できましたでしょうか？なかなかそのスピリットを思い出してない、スピリットってこれだっていうのをわからない時に、そのスピリットの話って、言ってみるとマインドで理解するだけだから、なんていうのかな、想像になってしまうじゃないですか。だからあんまりスピリチュアルって話で聞いても理解できることって多分ほぼほぼないと思うんですよね。こんな感じかなっていう、想像でしかないと思うんですけれども、今日はちょっと私に起きた話を例に挙げると、もっとその前回の動画の理解が深まるんじゃないかなっていうふうに思ったんで、今日はちょっと私に起きたスピリチュアルのお話をしますね。で、ご存知の方も多いと思うんですけれども、私はそうですね、14歳ぐらいから、拒食症と過食症っていう摂食障害っていう、心の病気ですね、をずっと15年ぐらい繰り返してきて、私の中ではもう本当にその病気である自分っていうのが悩みで、その病気って症状自体もすごく辛いし、友達と一緒にご飯を食べたりとかっていうこともなかなかできないし、あと過食症の場合とかはもう本当にその食べるっていうスイッチが入ってしまうと、他のことが何も考えられなくなるんですよね。食べ物を追いかけるモンスターみたいな感じで、人格みたいなのがもう変わってしまうような。そうだからその学校にも行けないし、お財布をどこに置いてきたとかも一切覚えられないしとか、もう本当にとにかく日常生活を送るのが大変。これはもうなった人にしかわからないと思うし、なった人であればもう本当辛いですよねってよくわかる方多いと思うんですけど、そういう辛い病気に14歳からなってしまって15年間、本当に地獄のトンネルの中にいたって感じなんですよね。かなりその内容ははしょるんですけど、そうやって病気になったぐらいの頃からもうずっと心理学の本とか読んだりとか、その心の病に関する本とかを毎日読んで、心の病を治すクリニック、カウンセラーさんのところとかにずっと通い続けたりとかするんですよね。で、その理由っていうのはやっぱりこの病気がなければ幸せに暮らせるっていう、言ってみればこの病気であるってことが悩みにまずなっていたわけですよね。年頃だったし、やっぱりお友達と普通に約束して出かけたいとか、本当に普通の女子中学生高校生がするようなことをただやりたい、もう本当にそれだけだったんですけど、一向に病気が治る気配がなかったんで、もうひたすらそのがむしゃらに治るためならもう何でもするみたいな感じでアルバイトして、クリニックにお金を払って通ってみたいなのをもう十何年結局ね繰り返したんですけど、治らなくって、そのガラッと環境を変えるとそのショックで治ったりすることがあるみたいな、そういう本も見つけたりとかして、でイギリスに飛び立つんですよね。で、イギリスではそのクリニックにも通うんですけれども、やはりそのイギリスってその心理学とスピリチュアルが併用されているというか、心の病を治すそういう機関の、考え方のベースになってるのがスピリチュアルっていうような、そういうカウンセリングのセンターみたいなのもすごく多くて、そこで初めてスピリチュアルというものを知るようになるんですよね。で、そこからいろんなヒーラーの先生とか、ウィリアムの先生とかにも会うように、なっていって、不思議な出会いがつながっていくんですけど、でもそれでも病気は治らないまま、月日が経っていって、結婚して子供も生まれてみたいなところから、ある日すごく不思議な体験をするんですね。その不思議な体験っていうのが最近ずっと話してるマインドボディスピリットのこのスピリットの部分ですね。スピリットの部分がドンって前に出てくるっていう、簡単に言うとそういう体験をして、それまでの私っていうのはもうマインドが頭の中で考えているのはこれは私が考えていることだっていう風な信念のもと生きていたんですけど、そのマインドではない存在みたいなのが自分の中に芽生えるんですよ。でもその存在って芽生えるんだけど、
マインドよりももっと、これが私じゃんみたいな、なんかそういう、なんでこの私忘れてたんだろう。だから本当にその真の自分を本当に思い出すっていう体験をして、で、言ってみると、むしろ今まで自分だって信じてきてた、マインドね、これが、偽の私じゃんっていうことに気がつくんですよ。この経験がなかなかしてみないと皆さん想像がつかないと思うんですけど、本当に一言で言うなら、マインドが本当の自分だっていう風に、このマインドに私長年騙され続けてきたんだみたいな感じで、なんかね、言ってみるとなんか詐欺にでもあったような、そういう感覚でした。なんでマインドが自分だって信じてきたんだろう。なんでマインドは私のことを自分だって信じ込ませてきたんだろうっていうぐらい、なんかもうちょっと狐につままれたような、唖然とするみたいな、そういう感覚でした。で、その体験っていうのはたった1回なんですけど、不思議なことが起こり出したのはそこからなんでしょう。毎日このスピリットの感覚っていうのが前に出ていて、でもマインドっていうのもちょっと自分の中であるみたいな。で、このマインドは私が本当の私だって騙し続けてきたわけだから、なんかちょっと罪悪感を持って自分の中に存在しているっていう感じなんですよ。今まで騙してきてごめんね、バレたみたいな。でもちょっと存在してて、で、スピリットの私っていうのは本当の私だから、すごい強いんですよ。なんて言ったらいいのかな、そのマインド、ボディ、スピリットって3つある中で、スピリットがめちゃくちゃ権力を持ち出すみたいな、そういう感じね。で、私もキャラクターとして結構なよする感じだったんですけど、それってマインドの中にあった私であって、スピリットの自分って結構強気なんですよ。そんな感じなんで、自分の性格とかもどんどん強く、これが私だったら確かにみたいな感じで、なんかもう自信満々で、落ち込むみたいな感覚ももう本当になくなってしまって、っていうか、スピリットにはそういう感覚もともとないんだろうね、きっとね。で、なんかキャラクターとかもだんだん変容していくんですよ。マインドの中で作った私っていうのがどんどん小さくなって、なんかもう真のスピリットのキャラクターのままになっていくみたいな感じで、その変容っていうのはやっぱりその内側で起こっていることなんですけど、周りの友達からとかも、なんか最近すごい楽しそうだねとか、顔色いいねとか、なんかももちゃんってそんなはっきり喋る人だっけとかっていろんな変化をみんなに伝えられるんですけど、結構ポジティブなフィードバックが多くて、で、そりゃそうだよね、本当の私なんだから、みたいな感じでさ、楽しい日々が本当にずーっと毎日続くみたいな感じなんですよね。で、気がつくと、私そういえば摂食障害って病気だったよな。どこ行ったんだろうみたいな感じで、一生懸命探すんですけど、スピリットはそういう病気持ってないわけですよね。で、その病気を患っていたのはこのマインドの方の私で、このマインドは今、マインドボディスピリットの中で権力をバッチリ失われてしまって、ギュッて、なんていうのかな、権力がなく、なんか弱々しく私の中にひそやかに存在するみたいな感じなんで、その病気の自分っていうのも、嘘だ、バレた、ごめんねみたいな感じでもう出れない感じなんですよ。で、そのまま言ってみると、病気が消えたというよりは、マインドはそういう病を持っていて、で、そのマインドのことを私は本当の私と信じてきてたから、私は病気だったんですよ。だけど本当の自分であるスピリットを思い出して、スピリットはその病気持ってないんですよね。で、こっちの本当の私じゃんってなった時に、私病気じゃないんじゃんってなって、そのスピリットを思い出した日から一切消えたんですよ。で、私がこの仕事につくようになったというか、するようになったのは、そのスピリットの感覚を思い出すことによって、スピリットが今世でやるって決めてきたこととか、世で約束した自分のミッションとか、そういったものをどんどんスピリットを思い出すことによって思い出していく。で、もっと言うなら、私このミッションをやるために病気になって、
この病気だったマインドからスピリットに目覚めるという体験をすることになっていたんだ。すべて私が計画してやってたことなんだっていうところまで思い出して、そっからですよね、その竜の存在を思い出したりとか、その高次元とコンタクトをするとかっていうのを、もうスピリットはそういう能力を普通に持っているから、難なくそういうコンタクトを取るようになったりとか、スピリットっていわゆるサイキック能力っていうのを持っているから、スピリットを思い出すことによって、そのボディの方もスピリットに目覚めてくる。なんで体の使い方とかっていうのも変わっていったんですよね。だからその体を使って人にヒーリングのエネルギーを出したりとか、高次元のエネルギーをその自分の体に下ろしてきたりだとか、あとは人の体を触ることによってその人に何が起きてるかっていう情報を体を通じて取るようになって、要するにそのスピリットが持っているサイキック能力が、体にも目覚め始めたっていうので、いろんなことができるようになったっていう感じなんですけど、いろいろ考えて私に起きた例を話すのがやっぱり皆さんに一番分かりやすいんじゃないかなっていう風な感じでお話しするんですけど、確かにその目覚めてもマインドもどこにも行かないし、ボディの方もどこにも行かないんですけれど、スピリットがすごく強く出るんですよね。でそうすることによって今まで本当の私っていう風に思い込んできたこのマインドが偽の自分だったっていうことを自分で分かるように必ずなるんですね。そうするとどんどんこのマインドっていうのがスピリットに回収されていく。前回の動画でも言ったんですけど、統合する。ボディの方も統合してマインドボディスピリットっていう中で、その目覚める前はもうマインドが多分8割、ボディ2割ぐらいで皆さん生きてると思うんですけど、そうじゃなくてもうスピリットの私、その中にマインドとボディが、このスピリットが生きたいようにこのマインドとボディが使えるようになってますよぐらいの位置づけで、言ってみればマインドもボディもスピリットの一部ですよっていう感じになっていくんですよ。で、皆さんが今持っている悩みがちょっとどんな風にスピリチュアルで解決されるのかっていうのを、ちょっと想像してもらいたいんですよね。今持っている悩みがマインドの中にあるんだとして、本当の自分が目覚めてきたらね、このマインドが持っている悩みがどんな風に消えていくのかっていうのを、ちょっと想像してもらえると、そのスピリチュアルを学ぶ楽しさだったりとかメリットがよりクリアに生まれてくるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。スピリチュアルで悩みを解決するっていうことはなくて、悩みを持っているのは皆さんのマインドであって、でもスピリットに目覚めた時、スピリットはその悩みを持っていなくて、で皆さんのマインドはこのスピリットに回収されていくわけだから、必然的に悩みが悩みだと思わなくなりますよ。これがスピリチュアルによる問題解決なんですね。でその先にやはりそのスピリットが持ってきた今世での役目だったり、やりたいこととかそういったものがあるので、目覚めていくとどんどん自分の中にある好奇心とかそういったものが思い出されていくんですよね。でそれもまたすごく楽しいと思うし、でスピリットにしかない能力みたいなのも思い出していったりとかするので、本当スピリチュアルって無限だなとも思うし、今日はスピリットに目覚めていくと、どうやって問題解決されるのっていうことの、前回の動画の続きで、私に起きた話をしました。はい、今日の動画が役に立ったと思う方は、ぜひビッグいいね、チャンネル登録もお願いします。また会いましょう。バイバイ。